はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。なんだかんだと寄り道はしましたが、とりあえずは、エンジンの方戻りますね。まず、今回作るのはカムシャフト。難しいですね。今回もう一本物で作るのは諦めました。ちょっと長くて作れそうもないので、なので、ベアリングの軸受け部分いくつかと、カム山別体で作っていきます。なのでパーツ数が結構多いですね。メインのシャフトとスプロケットホルダー、ベアリングの軸受けになる部分が合計5個。それでカム山、試作で8個。試作、1個目で成功すればいいですが、実際別パーツで作っていくので歪みが出ないかとか結構不安な部分はありますね。ところどころ点付けで溶接しなきゃなんないので歪む可能性は十分にあります。一応いけるかなと判断してこの形状です。ダメなら考えます。メインシャフトいきますか。メインシャフトは中央に長い穴を開けなくてはいけないので、それがすごく大変なんですよね。とりあえずはやってみます。まずは先端部分の M6 のネジから作っていきます。さて、今から地獄の作業ですね。この向きに穴を 220mm 程度まで掘り込みですね。まずセンター開いたので 3mm で、普通のドリルでいけるとこまでまずいきます。普通ドリルで入るとこまでは行きました。次、ロングドリルですね。全長 150mm 程度ですねの長いドリルです。よし、100mm のドリル、はい、ロング終わりましたね。最後に一番長いのでやります。怖え。これは怖いな。さすがは超ロングドリル。ゆっくりゆっくりとしか進めなくなりましたね。行ったり来たりを繰り返しながらなんとか進んでいます。目的の深さまで行きました。いやー、こんだけ長いドリルは怖いですね。よし、これでメインシャフトの加工動作終わりましたね。完成ではないですけど、ジグを作っていきます。はい、ジグの材料を見つけました。過去に何か作ろうとして失敗したやつですね。
わりと。それではつかみ替えて反対側の加工もしていきます。まずはセンターをきっちり出していきますね。17.01。旋盤で加工する分は終わったので、あとはすり割りを作っていきます。これでジグ完成ですね。内径を 17mm ですり割りを作って旋盤に挟めるようになってます。まあよくあるジグですね。旋盤で小さいものを掴むときには必ずこういったものが必要になってくるんですよね。ちゃんと作っとくと後が楽になるので、これはやっといた方がいいですね。じゃあまずはベアリングのシャフトになる部分ですねを切ってきます。材料の切り出しですね。これで全部の材料のカットが終わりました。まず第一段階素材の切り出しですね。終わりました。短いのを1個だけ作って、あとは長いので、4つでいいですが5つあればいいんですが、トータルが合計6個用意しました。ベアリングのシャフトになる部分ですね。内輪を押さえる部分です。ジグ使ってきます。これがその切り出してある素材もありますね。こっちで言うとこういう部分です。この5箇所分ですね。1つは溝が1本のやつ、4つは溝が2本のやつですね。よいしょ。はめ込んで、今回はセンター出しを結構入念に行っていきます。まずはタンメンを整えて、その後面取りですね。そしてベアリングの留め輪用の溝掘り、そして最後にドリルで穴を開けてリーマーで仕上げていきます。片面終わりで、はい、片方終わりました。溝もついたので問題ないと思います。このシャフトにぴったりと入るね。よし、これで大丈夫。そしたら断面を削って距離を調整してと。反対側も基本的には同じ加工を施していきます。断面削って溝掘って仕上げるという形ですね。
個目できました。溝が映ってるかどうかは分かんないですが、とりあえずできましたね。1個終わり。あと5個。さて頑張ります。5個目、こいつは片側だけ溝が彫ってあります。これで合計5個できましたね。はい、ここと次の制作物はカムのスプロケットホルダーですね。この部分、よし、よいしょ。よし、こんだな。こちらも穴を開けてリーマン仕上げをしていきます。はい、これで旋盤工程終わりですね。はい、次の作業はこのパーツのネジ穴部分ですね。あと3箇所ネジ作って終わりですね。動画編集してて思ったんですが、旋盤やフライス板の作業ってダイヤルゲージ使って測定してる時間すごい長いですね。はい、このパーツはこのネジ切りで一旦終わりですね。はい、次はカムとなる材料の切り出しを行っていきます。やり方は邪道かもしれませんが、ホルソーで円盤状のものを切り出していきます。まあ本来と逆の使い方ですね。切った余りを使うという形です。よし。さて材料の切り出し終わりました。合計10枚ですね。これをボルトに刺して、ではシャ2枚ほど入れてネジで締めると。はい、この段階ではそこまで精度いらないので、外形だけ整えばいいんですよね。21.005、21ですね。
まあ円盤をつかむだけのジグなので、ジグと呼べるほどでもないですが、生詰めとかありゃ簡単なんですけどね。これで今ぴったりなのでですね、入りますね。これでこのタンメンを削ったり中心に穴開けたりできますね。あとはすり割り作っていきます。こういう時横フライスあると便利ですね。で、山を作るジグこの段階は終わりですね。特に何の変哲もないジグですが、最終的にセンター合わせは、NC の時にやるので、この段階では 10mm ジャストで穴開いてりゃいいですね。枚数が多いので少し大変ですが、ただひたすらドリルで下穴開けてリーマー通してタンメン削ってっていうのをずっと繰り返します。いいね。はい、シャフトに穴系を合わせるのとタンメン整えるのは終わりましたね。あとは反対のタンメンも整えて終わりですね。10個作ったはずなんですが、1個行方不明になってしまって9個しかありません。使うのは8個なので、失敗が1個だけなら問題がないと思います。そしてこのジグっていうか、このジグっていうのかな、雇い、そんな名前ですよね。これでお役御免です。カムのベース、CNC で切削する時のジグですね。またジグですが作っていきます。あとは切り離しと。あとは CNC に固定するためのネジ穴開けておきます。これで部品全部終わりましたね。これはただの座金なので、押さえ板なので、あとはこれでネジ締めれば固定できますね。これで CNC へのセットはできると思います。はい、ここまで作った部品、メインシャフト。でもって、フランジ部分ですね。ジグが、つかみ用のジグ2つと、この後 CNC で使う用のジグ1つと、それ以外にはベアリング用のシャフト的なものと4つと、それと実際にカムになるやつが9つですね。これで全部です。でもまだ正直カムにはとても見えません。今
まだカムの格好はしてませんが、まあ並べて組み立てるとこんな感じですね。ジグを CNC に固定して、原点出しを進めていきます。前後で見る。原点がきちっと出たらドーナツ状のパーツを土台に固定していよいよ切削準備完了です。固定箇所が1箇所だったので少し不安でしたが、特に問題なく加工できますね。ただやはりうちの CNC では合成が低いので鉄が結構厳しいですね。今使ってる汎用機の方を CNC 化してしまうのも一つの方法ですね。はい、これでカム部分、とりあえず CNC での切削を終わりました。あとは手で仕上げて、先端ですね。この表面、ロッカーアームの当たり面だけ固くしますね。よし。では焼き入れの準備ですね。まずみんなボルトに通してしまいます。1個ずつではなくまとめてやりたいので、ナットで締めとくと。では先端材入れて焼き入れ準備しますね。まず少し底の部分に入れますね。先端材を目いっぱい入れたら蓋をして針金で縛っておきます。いいでしょう。ずれちゃって。通りに。これで炉に入れて、しばらく待ちます。先端はこういう容器で密閉しなきゃいけないのがちょっとめんどくさいですね。結構出すのに手間取ります。どうでしょう。滑る。表層は硬くなってますね、十分。この後オーブンで焼きなましをしました。組み立てと溶接をしていきますが、その前に今の状況を測っとかないとですね。実際このシャフトが今曲がってたらもうどうしようもないですからね。特に何もしていないシャフトは当然ながら歪みはないはずです。今メモリ0ですが、一番針が触れるところで 0.01 ぐらいですかね。わずかにやっぱ触れますね。これはもう仕方がないんだろうな。まず一番端っこですが 30.3 前後。ここはまあ 0.1 ぐらいまでなら許容差なのでいけます。まず 2,3 箇所いきますか。こんな感じで点付けで全周何箇所もやりますね。これでうまくいってくれればいいですが、まあもげることはないと思うんですけどね。さっきここ取り忘れちゃったんですが、基本的には同じでこういうスペーサーを入れて溶接という1、2目をして、それで1個目のカム山ですね。ここも同じくスペーサーを入れて溶接と、こんな感じでスペーサー入れて1、2目をして溶接していきます。
よし、こんな感じで点付けを何箇所かやって形にしていきます。見えづらいですけど、この頂点に矢印合わせておきますね。で2番のカム山のピークを2番のこの矢印マークに合わせます。はい、最後の溶接ですね。はい、溶接終わってカムシャフト完成です。いい感じですね。あとは計測してみます。セットしたので回してみますね。だいたい、メモリで言うと4から3の間、まあ100分の1以下、1000分の5ってところですね、フレは。最後にオイルホール用の穴を開けていきます。まあこの穴は比較的短い距離、縦穴を開けるだけなのでそこまで難しくはないですね。1、2目押したらいつも通りデジタルとにらめっこしながら数字を追っていきます。まずはセンタードリルで下穴を開けていきますね。よいしょ。そしたら直径 1.8 ミリのドリルで貫通穴にします。1.8 ミリと細いのでベルトを掛け替えて高速で回るようにしてますね。これにてカムシャフト完成となります。次回はシリンダーヘッドの蓋かロッカーアームを進めていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。